皆さんこんにちは。音工房 Z の足立です。この動画は弊社の視聴会の中で実施させていただきました弊社の自作スピーカーと B&W805D3 のスピーカーのブラインドテストを詳しく解説した動画となっております。視聴会は2025年の3月15日と4月13日の計2回、合計31名の方にご参加いただきました。ブラインドテストとは、どちらのスピーカーが鳴っているかご参加者様にはわからない状態で好きな方のスピーカーにチェックを入れていただくというテストでございます。今回のブラインドテストでは弊社の Z703FF125WK という自作キットと B&W805D3 というスピーカーを比較いたしました。動画は前編と後編の2つに分けさせていただいておりまして、こちらは前編動画でございます。前編の動画はブラインドテストに使用した機材、やり方、音源、ブラインドテストの結果、音源ごとの得票率の分析、どのような曲がフルレンジに向いているか、マルチウェイに向いているか、空気録音でブラインドテストに参加する、ここまでが前編でございます。後編はメルマガ読者様の限定コンテンツになります。自撮り形式になりますが、次のテーマについてお話しさせていただこうと思っております。今回のブラインドテストの本音をぶっちゃける、次のブラインドテストの目標、B&W805D3 に100万円の価値はあるのか、ペア30万円で買えた805ノーチラスの方が 805D3 より音が良いのでは。自作で 805D3 に似た音はできたが、ノーチラスはどうしても作れなかった私。1億円のハイエンドスピーカーにも勝てる自信がある音工房 Z フルレンジスピーカーの魅力。こういった内容でお話をさせていただく予定でございます。後編のメルマガ読者様限定コンテンツは番組の概要欄にございます。自作ハイエンドスピーカー大百科事典という弊社で無料で配布している PDF レポートにご登録いただきますと閲覧ができます。2日目に届きますメールの中の URL から動画を見ることができますので、今回の動画を見ていただいて興味がございましたら、ぜひ後編も見ていただけたら幸いでございます。今回の動画の最後にはブラインドテストで行ったものとほぼ同じものを空気録音で収録しています。生で聞くのと空気録音でヘッドホンで聞くのとでは大きく異なりますが、皆様もご自宅からブラインドテストにご参加いただけますので、興味のある方はぜひチャレンジしてみていただけたらと思います。それではコンテンツに入っていこうと思います。ブラインドテストに使用した機材を紹介させていただきます。まずはスピーカーからです。1つ目は弊社で限定販売をしております自作スピーカーキット Z703FF125WK というスピーカーです。もう一つは B&W805 という 805D3 というスピーカーになります。Z703FF125WK というスピーカーはスピーカーボックス内部にバックロードホーンのような構造を有しております。音の出口の部分は通常バックロードホーンでは最も開口が大きくなる部分ですが、弊社で採用しておりますバックロードホーンバスレフ BHBS という構造ではバスレフダクトをつけて絞っているのが最大の特徴でございます。この特殊な構造により本来サブウーファーでなければ出すこともできない 30Hz あたりまでの超低域を出すことは可能です。またバックロードホーンスピーカーのデメリットとして語られることの多い中域のパイプ音を抑えることにも成功しております。スピーカーユニットにはフォステックさんの FF125WK を採用しております。スピーカーボックスの上に載っているスーパーツイーターの方からも音を出してテストをしています。スピーカー以外に使った機材も紹介させていただきます。まずはセレクターです。こちらソフィソナントオーディオさんのセレクターを使っております。こちらはプリアンプも兼ねております。ちょっと特殊なセレクターでスピーカーの音をですね、音量を事前にプリセットできるのが特徴となっております。スピーカーのブラインドテストでは同じ音量で比較しないと正確な比較ができないので、極力音量を揃えております。今回のケースでは B&W805D3 の方 D3 が弊社のスピーカーと比べて 1dB 音量が低く感じましたので、セレクターの方で 1dB 音量を上げてテストをしております。プレイヤーはこちらアーカムの CDS550 という機種です。パワーアンプはラクスマンの L550A という機種を使っております。音源は CD をPC にリッピングしてテストで利用する冒頭の30秒だけを30秒程度切り取って WAV 形式で出力しております。ですので CD のクオリティになります。ブラインドテストのやり方を解説します。被験者の方はどちらのスピーカーが鳴っているかわからない状態で同一の曲をそれぞれのスピーカーから約30秒ほどそれぞれ聴いていただきます。
最初になったスピーカーが好きか、後になったスピーカーが好きかという好きか嫌いかの好きの方にチェックを入れてもらうというテストでございます。弊社のブラインドテストの特徴でもありますが、最初になるスピーカーと後になるスピーカーは曲ごとに全部ランダムに変えております。お客様には事前に次のような用紙を配布しております。最初に聞いたスピーカーが良いスピーカーだと判断した場合は1回目視聴スピーカーにチェックを入れていただきます。後になった方が良いと判断された場合は2回目視聴スピーカーにチェックを入れていただきます。全部テストが終わりましたら曲ごとにどちらのスピーカーが鳴っていたかという回答用紙をお配りします。お客様はどちらのスピーカーに多くチェックを入れたかをテスト終了後に分かるシステムとなっております。弊社の方ではお客様からご回答いただいた用紙のコピーを取らせていただき、集計を取らせていただいております。こちらがその回答用紙のコピーですが、後ほど集計結果をお伝えさせていただきます。ブラインドテストに使った音源ですが、初回のテストと2回目のテストでは使った音源が少しだけ違いますが、今2回目のものを掲載しています。大半はですね、40Hz 以下の超低域を含んだオーディオファンにとって有名な音源ばかりかと思います。これだけ聞いても楽しめる音源だと思いますので、概要欄に Amazon の URL を貼ってありますので、興味のある方は参考にしていただけたらと思います。ブラインドテストの結果を発表する前に、2回行いましたテストの中で使った弊社のスピーカーは少しだけ内容が異なる部分がありますので、その点についてお話をさせていただこうと思います。1回目のテストは試作のスピーカーで行いました。ボンド接着前のもので、ビス止めの状態で行っています。ベニヤは MDF です。外観のサイズは初回も2回目も同じですが、スピーカー内部のベニヤの位置とダクトの絞り方が1回目と2回目は若干異なります。2回目に使いましたスピーカーは本製作のもので、商品として販売するものをブラインドテストに使いました。こちらはちゃんとボンドで接着をしております。ベニヤはホワイトバーチベニヤを使いました。2回目のスピーカーはスピーカーユニットにサブバフルを装着しているのと、スピーカーユニットの背面に強化マグネットを1つつけているのが初回の試作で行ったテストとは異なる点になります。それでは結果を発表していこうと思います。まず3月15日1回目の試作スピーカーのテスト結果発表です。弊社 Z703FF125WK の得票は58票、B&W805D3 の得票は62票ということで、パーセンテージにすると音工房 Z48.3%、B&W805D351.7% ということで、トータル得票では僅差ですが B&W の方が数値は上でございました。続きまして4月13日2回目の弊社本製作のスピーカーでのテスト結果発表です。弊社 Z703FF125WK の得票が98票、B&W805D3 の得票が92票ということで、パーセンテージにすると音工房 Z51.6%、B&W48.4% ということで、トータル得票はこちらも僅差ですが弊社のスピーカーの方が上でした。音源ごとの分析をしてみたいと思います。3月15日1回目の音源ごとの得票を今見ていただいております。弊社音工房 Z のスピーカーの得票率が高かった音源は1曲目ホテルカリフォルニア 67%、2曲目チャント 67%、7曲目スカルラティのソナタ 58%、B&W805D3 の得票率が高かった音源は3曲目ロッキュージェントリー 58%、8曲目バッハのトッカータとフーガですね 67%、10曲目ビバルディの式 75%。4月13日2回目のテストの曲ごとの分析をしてみます。音工房 Z のスピーカー得票率が高かった音源は2曲目チャント 63%、4曲目 Anyway Like It 68%、6曲目チャイコフスキーの1812年 84%、9曲目ストラビンスキーのファイヤーバード 68%、B&W の得票率が高かった音源は1曲目ホテルカリフォルニア 68%、7曲目平原綾香ジュピター 63%、8曲目バッハのトッカータとフーガ 95% でした。どのような曲がフルレンジに向いているかマルチウェイに向いているか、曲ごとの得票率を踏まえた上でどのような曲が
弊社フルレンジシステムに向いているか、どのような曲が B&W のマルチウェイスピーカーに向いているか考察してみたいと思います。一言で言ってしまうと、トランシエントが激しいと言いますか、ダイナミックレンジが要求されるような音源が弊社フルレンジスピーカーに強かった印象です。一方の B&W のスピーカーは広域の解像度を求められるようなものに強かったという印象です。B&W というとクラシック向きと思われる方も多いと思いますが、確かにそのような傾向は若干あったような気がします。8曲目に使いましたトッカータとフーガのパイプオルガンの部分ですが、こちらは初回も2回目も使いまして、どちらも B&W が高い得票率でした。特に2回目のテストでは 95% というとても高い得票率でした。初回にだけ使いました10曲目のビバルディの式ですが、こちらも 75% という高い得票率でした。しかし、クラシックは全て B&W が有利かというと必ずしもそうではなかったようです。チャイコフスキーの1812年は初回テストと2回目のテストで評価が割れましたが、トータルすると弊社のスピーカーの方に多くの票が入りました。9曲目のストラミンスキーのファイヤーバートですが、こちらもクラシック曲になります。初回は半々でしたが、2回目は音工房 Z のスピーカーの方に票が多く入りました。一つだけ面白かったのは初回のテストの7曲目にピアノのソロ曲を入れたのですが、こちらそこまでの大差ではないのですが、音工房 Z の方に 58% の票が入りました。ピアノのソロ曲でフルレンジの方が得票率が高いというのはすごく意外で、正直びっくりいたしました。ブラインドテスト前に聞いた時は B&W のスピーカーの方が音が良いというふうに私自身思っていましたし、これまでピアノとかは JBL のような、大口径でマルチウェイが強いというような思い込みがあったのですが、今回のスピーカーでは逆の結果となりました。Z703FF125WK が超低域まで出るという部分と、立ち上がり立ち下がりのようなトランシエントに関わる部分がフルレンジで得意なのが良い評価につながったのかと思います。ピアノのソロなんかは突き詰めていけば、もしかしたらマルチウェイよりか優れたスピーカーがフルレンジで実現できるのかなと思えたところは今回の大きな気づきでございました。前編の解説はこのくらいで終了になります。最後 YouTube を見ていただいている方向けの空気録音によるブラインドテストのコンテンツがございます。こちらは視聴会で行いましたのとほぼ同じ曲で同じ構成で空気録音を行ったものとなります。よかったらですね、番組概要欄から回答用紙をダウンロードしていただいてプリントアウトをしてみてください。定期がしっかり出るヘッドホンで聞いていただき、好きな方にチェックを入れていただけたらと思います。どちらが鳴っていたかという答えも概要欄に載せておりますので、テスト終了後に答えを見ていただけたらと思います。後編はメルマガ読者様限定コンテンツなんですけども、こちら番組の概要欄にございます。自作ハイエンドスピーカー大百科事典という弊社で配布しております。PDF レポートをダウンロードしていただくと見ることができます。こちらは私が20年ぐらいかけて積み上げてきました自作スピーカーでハイエンドスピーカーと同じ音を出すためのノウハウをすべて公開しています。内容があまりに多いので3日に分けて配信をしておりまして、2日目にブラインドテストについて書かれたコンテンツをお送りしていまして、その中に後編動画が入っております。今回のテストの細かい情報、結果とかですね、情報はもちろん過去に行いましたブラインドテスト、アンプのブラインドテスト、ハイレゾのブラインドテスト、スピーカーのワイヤーイヤリングのブラインドテストなどの情報も盛りだくさんで公開しております。スピーカー自作に興味のない普通のオーディオファンの方にも楽しめるようなコンテンツになっていると思いますので、ぜひこちらもダウンロードしてみてください。続きは後編動画でお待ちしておりますので、そちらでお会いしましょう。さようなら。この後のブラインドテストもぜひ参加してみてください。それではブラインドテストを始めていきたいと思いますが、やり方と注意点を簡単にお話しいたします。収録方法や機材などの細かい情報は YouTube 概要欄にまとめておりますので、そちらをご覧ください。ステップ1、ブラインドテストは定期ができるだけフラットに出るヘッドホンを使ってご参加ください。ステップ2、YouTube の概要欄よりテスト用紙をダウンロードしてプリントアウトしてください。ステップ3、ブラインドテストのやり方を説明します。これから2つのスピーカーから同じ曲をそれぞれ約30秒ほどずつ流します。1回目になったスピーカーが好きか、2回目になったスピーカーが好きか、好きな方にチェックを入れていただくというテストです。1回目に流すスピーカーと2回目に流すスピーカーは曲ごとにランダムに変えております。
ステップ4、10曲のチェックを終えてテストが終了しましたら、番組の概要欄よりどちらのスピーカーが鳴っていたかという回答用紙をダウンロードしてください。ステップ5、ご自身のチェックしたテスト用紙と回答用紙を照らし合わせて、どちらのスピーカーに多くチェックを入れていたか確認してみてください。それでは準備ができるまで一旦再生を停止して、準備が整いましたら、ここからブラインドテストスタートしますので、再生ボタンを押してブラインドテストにご参加ください。All your life love's hurt you, turned you out and burned you, held you high off the ground. You touched the moon, then it dropped you down. All your life love's hurt you, turned you out and burned you, held you high off the ground. You touched the moon, then it dropped you down.
Every day I listen to my heart 一人じゃない深い胸の奥で繋がってる果てしない時を越えて輝く星が出会えた奇跡教えてくれる Every day I listen to my heart 一人じゃない深い胸の奥で繋がってる果てしない時を越えて輝く星が出会えた奇跡教えてくれるyou